皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？私は先日淡路島という島に旅行に行ってきました。なので今回はこの淡路島についてと、あとは私の旅行についてをちょっとカジュアルにリラックスした感じで話していこうかなと思います。いつもはスクリプトとかを書いていろいろ準備して話すんですが、今回はスクリプトを全部書いているわけではなくて、もっとゆっくりしたというかカジュアルないろんなことを私の頭の中で思い出しながら、そんな感じのエピソードにしていこうかなと思います。なので皆さんも何か作業をしながらだったり、通勤中、通学中、ドライブしながらとか、ながらで聞いてもらえればなと思います。ではまず、淡路島についてなんですが、皆さん淡路島って知っていますか？淡路島は兵庫県です。瀬戸内海という海があるんですが、そこに浮かぶ島です。日本の本州の兵庫県とか大阪とか、あとは四国と呼ばれる島があるんですが、そのちょうど間、真ん中に位置しているのが淡路島です。島なんですけど、離島なんですけど、結構大きくて、人口も多いです。で、ちなみに日本にはいくつの島があるか知っていますか？日本自体も海に浮かぶ島ですよね。大きい本州があったり北海道があったりなんですけど、こういった島から、日本という国は成り立っています。で、数がいくつあるかなんですが、約1万4000島、1万4000個の島があります。1万4000ってめちゃめちゃ多くないですか？その一つのなんていうんですか、ランド、陸だけの国もあるだろうし、日本よりももっと多くの島がある国もあるだろうと思います。実際の数は分かんないですけど、例えばインドネシアとか、その辺はもう島国ですよね。そういうところと比べると少ないかもしれませんが、1万4000個の島があるみたいです。メインは北海道、本州、四国、九州、沖縄などの島があって、でその他にも人が住んでいる有人島、人が住んでいる島が約400島あって、その他の1万3600とかその島は無人島です。なので人が住んでいない島になります。本当に自然だけが残っている、そういった島になります。あとは人工島もあったりするのかなと思います。こういった島から成り立っている国なので、いろんな小さい島に旅行に行ったり遊びに行ったりっていうのも日本の旅行の魅力の一つかなと思います。都市ももちろんなんですけど、そういった都市ばかりではなく、ちょっと田舎の離島に行くとか、沖縄とかはそうですよね。めっちゃリゾート地で有名かなと思うんですけど、離島に遊びに行くっていうのも一つ、日本に住んでいたり長期滞在する方にはおすすめです。なので絶対ではないですけど、行ってみてほしいなと思います。では淡路島に旅行に行ってきたんですが、ここは大阪からだと車でだいたい90分、1時間半ぐらいかかります。淡路島という島自体が大きいので、その淡路島の兵庫県に近い部分に遊びに行くのか、または四国に近い部分に遊びに行くのかっていうので、全然その距離が変わってくるんですが、大阪からだとだいたい90分ぐらいで、兵庫県から神戸市とか、そこからだと本当にすぐ行けます。すぐ遊びに行ける、場所になります。で、大阪からも比較的近いし、あと海もあって綺麗なので、そして人もそんなに多くなくて自然もあって、何かしらやることはあるっていう島なので、たまに行きたくなる、そんな場所だなと思います。
この島では有名なものが一つあります。それは食べ物なんですが、皆さん一回考えてみてください。食べ物で有名なもの。それは玉ねぎです。それがとっても有名です。淡路島の位置的に気候とかがマッチして玉ねぎがよく育つ場所みたいです。なので玉ねぎが本当にたくさん、道とか車で走っていても玉ねぎを育てている畑がたくさんあったり、道端でなんかこの1袋500円とか1袋1000円みたいな感じで玉ねぎが売られている光景をよく見かけます。私が今回旅行に行った時も見かけました。スーパーなどで買うより多分そういう道端で買った方が安いのかなと思います。本当に農家さんがそこで収穫してそこで売っているっていう感じです。で、ここから日本のすごいところというのか、何と言ったらいいかわかんないですけど、本当にそういう野菜が売られている場所って野菜だけ置かれているんですよ。人がいない無人販売所みたいな感じです。で、自動販売機みたいな感じでお金を入れたら商品が出てくるというわけではなくて、本当に玉ねぎがこう袋に分けられて置かれていて、その横になんか貯金箱みたいな感じだったり、段ボールみたいな感じのお金を入れる場所があります。なのでこの一袋500円だったら500円を入れて持って帰るみたいな感じの場所になります。これは本当に田舎しかできない、誰もお金を盗まない、誰も商品を盗まない安全な場所だからできることだなと思います。ちゃんとお金を払って商品を買うっていう、人の監視がなくても成り立っているっていう、それが本当に素晴らしい素敵な光景だなと思います。田舎に行くとこういった光景を見られるので、例えば淡路島だったら玉ねぎだし、瀬戸内海に浮かぶ島々だったら柑橘系みかんとかが有名で、そういったのがその本当に道端に一袋何円みたいな感じで売られているので、そういったところで買ってみるのも楽しい旅行になりそうだなと思います。ってことで、ここは玉ねぎがとても有名です。なので玉ねぎ料理がたくさんあるし、とっても美味しいです。玉ねぎが嫌いだったらもうそれは本当にごめんなさいっていう感じなんですけど、玉ねぎが好きな方にとったらいろんな玉ねぎの、料理、それを楽しめるのでおすすめです。そしてこの玉ねぎを観光地化しようとして作られたものがあります。それは玉ねぎのオブジェです。人間の背よりも結構でかい大きい玉ねぎのオブジェがあって、そこがちょっと写真スポット、観光スポットみたいな感じになっていて、みんなそこに行くと写真を撮ります。で、写真を撮るのもただ写真を撮るだけじゃなくて、玉ねぎのカツラをかぶります。って思いません？玉ねぎのカツラ何それって思ってしまう方もいるかと思うんですけど、実際に玉ねぎを頭に乗せるわけじゃないんです。さすがにそれはしないです。面白いのが、その玉ねぎの形をしたカツラが置いてあります。なんて言ったらいいんですかね。玉ねぎ色、オレンジブラウン、ちょっと赤い感じの、髪の毛でこう上の先、頭の先が尖ってるみたいな、そういう玉ねぎの形をしたカツラがあって、それをかぶって写真を撮ります。これは本当になんか面白い、そういうちょっと遊び心のある観光スポットになります。そしてそれだけでは終わらなくて、玉ねぎの UFO キャッチャーもあります。UFO キャッチャーって何かわかりますか？ゲームセンターとかに行ったら、お菓子とかゲームとか人形がこうマシンの中にあって、100円入れたら1回プレイできる。それが UFO キャッチャーです。もう100円入れたらボタンとちょっと動かすコントロールがあって、欲しい商品にめがけて機械を動かして、上からなんかクレーンみたいなのが降りてきてガシャって掴んで商品を、それで取れるかな、取られへんかな、取れるかな、取られへんかったっていう、それが UFO キャッチャーです。で、この玉ねぎバージョンがあります。本当に生の玉ねぎが
その UFO キャッチャーの機械の中に入っていて、それをできます。遊べます。これは私は実際にやったことがないので、本当に玉ねぎを取ることができるのか、または普通にスーパー行って買った方が安いのか、それはちょっとわかりませんが、一回記念として、遊ぶ感じでやってみるのも楽しいかなと思います。じゃあ次、今回の旅行についてお話ししていこうと思います。今回は1泊2日で遊びに行ってきました。私が行くのは2回目か3回目か、多分もう大昔に1回行って、2、3年前に1回遊びに行って、で今回が3回目かな、3回目になります。で今回はまず行きたいお店、ランチをする場所があって、そこに行ってきました。名前は七カフェというお店なんですが、そこは昔倉庫だった場所をレストランに改装したレストランになります。なので本当に周りには何にもなくて、畑があったり他の倉庫があったりします。本当にただ倉庫を改良してレストランにした場所になります。で、私は昔一回行ったことがあって、でそこでめちゃめちゃ混むっていうのをもう知っていました。いつも人気でいつも人が並んでいて、予約しないと入れないみたいな感じのレストランでした。でその旅行に行く前日に、そういえばあのレストランあるやん、もう一回行きたいなと思って調べて予約しようとしたんですけど、もう1日前、そのレストランに行きたい前日だったので予約ができませんでした。なので、じゃあ早く行かなあかんわ、何時に家出たらいいんやろみたいな感じでちょっと計算して、朝家を出て、じゃあレストランに10時半に着きました。レストランのオープンは11時なんですけど、10時半ぐらいに着いて、とりあえず名前を書いてウェイティングリストに、入りました。じゃあその後にもうめっちゃ人が来るんですよ。まだオープンしていない11時前なのにどんどん人が、来て、みんな並んでて、最初10時半ぐらいに着く予定ってなったら、さすがに早すぎひん、30分前って思ってたんですけど、もう全然それが大正解で、早く行ってよかったなって思いました。日本のそういう人気レストランとか、東京とか大阪とか都会にあるレストランで並ぶっていうのは当たり前だと思うんですけど、そういう田舎でも人気レストランって本当に並びます。日本だと結構並ぶ方が多い気がします。その1時間でも2時間でも待って食べたいものを食べるっていう傾向にあるのかなと思います。なのでそうですね、日本ではレストランを予約するか、めっちゃ早めに行ってすぐ開店と同時にお店に入れるようにするのがベストだなと思います。でそこを待ってる間にちょっと周り散歩しようと思って畑を散歩していたんですよ。じゃあちょっとなんか匂いがっていう、なんか動物園の匂い、動物たちの匂いがして、なんでこの辺なんかちょっとこんなに臭いんって思って真横を見たら牛がいたんですよ。牛って言ってもその食用、飼われる用、食べられる用の牛がいて、牛の耳になんか番号みたいなのついていて、なんかこんな間近で牛見ることあると思ってすっごくびっくりしました。もう本当に真横にちょっと牛が逃げ出さないような柵が、軽い簡易の柵があって、そこに牛がいるんですよ。で、うわ、なんかすっごって思いました。こんな光景を見たことがなかったので、周りは畑とか倉庫があって、でそこに牛がいてっていうのはびっくりしました。でその淡路島っていうのは淡路牛っていうのが有名なぐらいなので、牛を育てている、食べる用の牛を育てている場所もたくさんあるんだなっていうのは知っていたんですけど、でもまさかそんな真横に急にね現れるというか、見られると思ってなかったので、っていうかなんか草みたいなとこから始まったのでめちゃめちゃびっくりしました。でそうこうしてちょっと畑を散歩して、でレストランに行って、でやっぱり30分前に着いていたのですぐ入れてお店に、それはめちゃめちゃ良かったです。
私が食べたものがローストビーフ丼。ローストビーフっていうお肉にイクラとウニが乗っています。その丼と、あと唐揚げとエビフライとっていうもうすっごい豪華なランチを食べました。ローストビーフっていうのは牛をもう本当に生ぐらいの状態、全然クックされていない状態の、お肉に、イクラはサーモンの卵です。サーモンの卵が乗っていて、あとウニっていう黄色いちょっとなんかふにゃふにゃしたそれが乗った丼がありました。それがもう本当に美味しかったです。私はイクラが大好きで、お寿司を食べるときも 100% 絶対イクラを食べます。そのぐらいイクラが好きなので、その丼とかにイクラが乗っているといつも頼んでしまいます。で、そういう本当に私にとったら最高で完璧な丼と、あとは唐揚げとっていうめちゃめちゃ豪華でめちゃめちゃお腹いっぱいになったんですけど、それはめっちゃ美味しかったので、もし皆さんも淡路島に行く機会があれば、ぜひぜひ、行ってみてほしいなと思います。少し値段は高くて、私が食べたのは3500円ぐらいだったと思います。で、ランチに3500円かってちょっと思ってしまうんですけど、高くておーちょっとって思ってしまうんですけど、価値はあるかなと思います。すっごくまず量が多いので、めちゃめちゃお腹いっぱいになるので、そういうのを考えれば、そのぐらいの値段なのかなと思います。ご飯を食べ終わった後に、渦潮というものを見に、四国に近い方の、淡路島の島の先端までちょっとドライブして行きました。で、この渦潮っていうものなんですが、皆さん聞いたことはありますか？渦潮はどうやって説明したらいいんだろうと思って私もちょっと Google に聞いてみました。で、この渦潮が見られる場所なんですが、鳴門海峡という場所があります。これは四国と淡路島の間にある狭い海の通り道っていうんですかね。海の通り道があって、ここを鳴門海峡と言います。で、ここで渦潮というものが見られます。渦潮っていうのは、その海というか海流がこう渦を巻いたようにしていることです。お風呂とかに水を溜めて線を抜くとぐるぐるぐるって水が回ってこう流れていくみたいなのあるじゃないですか。あれが海で見られます。ああいうこの渦を巻いている状態、海面がぐるぐるぐるってなっている状態を見られます。これめっちゃすごくないですか？普通海ってこうザブーンって横に流れているだけじゃないですか。またはビーチだとこう波打ってザブーンってこれだけなんですけど、そういった特定の場所では海の流れがね全然違う風になっているっていうのを見ることができます。で、私はこれを見たことがなかったので今回は見に行ってきました。この渦潮っていうのはどうやって起こるのかですが、これは潮の満ち引きが関係しています。満ち引きっていうのは海が満潮になったり干潮になったりすることです。ビーチにいるとだんだん海が迫ってきて、時間が経ったらまただんだん引いていくっていうこの流れがありますよね。これを潮の満ち引きと言います。満ちているときは海面が高いとき、この砂浜に海面がいっぱい寄ってきているとき、引いているとき、干潮っていうのはこう海がどんどん遠ざかっていて、ビーチの幅が広くなっていって、そういうときは潮が引いていると言います。干潮と言います。で、これが関係しています。で、どういう時に見られるかっていうと、この鳴門海峡には2つの海流、2つの海の流れがあって、1つは瀬戸内海側、日本の九州側とか四国側の海を瀬戸内海って言うんですけど、この瀬戸内海側の流れと、あとは大阪湾とか和歌山湾とかかな、そっちら辺、太平洋につながっている方、そっちら辺の海流、この2つの海流のその満ち引きの時間が違うんですよ。2つの水の高さが違う。
一方は高くて一方は低いってなるので、水は高いところから低いところへ流れようとしますよね。で、この2つの海流の海の高さ、潮の高さの違いで水面が渦が巻いているような、状態が起きます。ちょっとこれうまく説明できているかわかんないんですけど、2つの海流の潮の満ち引きが違うことによって海面で渦が巻いているような光景が見られます。海は本当に一つなんですよ。その滝みたいな川みたいになっているわけじゃないんですけど、本当にその場に滝があるような感じで、そういう光景が見られます。私も実際に行ってみたんですけど、本当にそこはなんか川の滝みたいになっているんですよ。あと本当に渦が巻いて、こうなんか中に吸い込まれそうになるような、そんな不思議な光景を見られます。で、これを見て都会でいろんな人工物を見るのもいいんですけど、もちろん楽しいしそれも好きなんですけど、こういった自然現象を生で見て間近で見るのもとっても楽しいなと思いました。そういうことをもっとできるね、旅行をこれからはたくさんしたいなと思いました。で、この渦潮っていうのは港から、船がある港からそのちょっと大きなクルーズに乗って見に行くことができます。あとは、淡路島と四国をつなぐ大きな橋があるんですが、そこの橋を渡りながらこの渦潮を真上から見ることもできます。この橋を渡りながら、歩いて渡りながら真上から渦潮を見るっていうのも楽しそうだなって思ったんですけど、今回私はクルーズ船を予約していたので、それに乗って行きました。で、ここで一つ感動ポイントがあって、クルーズ船が出発するときに、その港側にいる人が、その従業員の方が大きな旗を持って「いってらっしゃい、楽しんでね」みたいな感じで旗を大きく振ってくれて、めっちゃ笑顔で手を振ってくれていて、その後になんか水のなんか噴射、水を発射させる鉄砲みたいなのがあって、でそれがバンって打ち上がって「いってらっしゃい」っていうのをしてくれるんですけど、これでもう私はちょっと泣きそうぐらいまで行きました。従業員の方はもちろんそれが仕事でやってるので、あれなんですけど、でもそれでもなんかめっちゃ温かくこう送り出してくれてる感じがあって、本当に心の底から楽しんでねみたいな感じが伝わってきて、もう私的にはめちゃめちゃ良かったし嬉しかったし、うわ、渦潮どんなんかな、楽しみっていう気持ちがどんどん増えていきました。なので従業員の方のこの「いってらっしゃい」みたいな旗を振ってくれるところを見に行くだけでも価値あるって思うぐらい、すっごく温かい笑顔が素敵な優しそうな方たちだったなって思います。で、それを見て、で渦潮を見に行って、で帰ってきて、そして帰ってきた時もなんかお帰りなさいみたいなボードを持って従業員の方たちが立ってくれていて、ただツアーを開催してます、皆さん渦潮を見に行ってねみたいな感じではなく、本当に心の底から楽しんできてね、そして見てきたらお帰りどうでしたかみたいな温かい気持ちが伝わってきて、めちゃめちゃ良かったです。なので皆さんにも本当におすすめしたいです。渦潮を見て帰ってきたら、その後に、その後でもその前でも何でもいいんですけど、足湯があります。なのでその足湯に浸かってみることをおすすめします。足湯っていうのは、皆さん温泉は聞いたことありますか？お風呂ですよね。日本の自然のその火山の地下から湧き上がってくる温泉。その足だけバージョンです。足だけ浸かることができます。なので温泉がたくさんある地域にはこういう無料で入れる足湯っていうのもたくさんあったりします。で、このクルーズ船っていうかその港の真横に足湯があって、そこに行ってみました。で、足だけ使ってもなとかって思うかもしれないんですけど、足湯を10分ぐらいして出た後にめっちゃすっきりするんですよ。
本当になんか体の疲れがどんどん取れていって、例えばめっちゃ旅行で歩いてて足疲れたってなってても、その足湯をちょっとして、また次の目的地へ行こうっていう時になると、もうめっちゃ足がすっきりしてます。なので足湯は本当におすすめなので、靴脱いで靴下脱いで入るだけなのでめちゃめちゃおすすめなので、皆さんにも行ってほしいなって、一回体験してみてほしいなって思います。で、足湯は、足をもちろんお湯につけるので、スキニージーンズとかちょっとピチッとしたズボンを履いてると難しいかもしれません。なので日本に旅行に行ってなんか足湯がありそうな場所に行くってなると、膝上までズボンを上げられるゆるいダボっとしたズボンを履いていくか、スカートを履いていくかっていうのをおすすめします。で、あと足が濡れるのでタオルが必要ですよね。その後タオルはだいたい100円とか200円で売られているか、または皆さんご自身で持ってきてくださいっていうところがほとんどなので、足湯に絶対行きたいっていう方はタオルを1枚カバンに入れておくといいかなと思います。で、この足湯ですっきりして、その後はカフェに行きました。私は最近バスクチーズケーキというものにハマっています。バスクチーズケーキというのを聞いたことはありますか？最近の若い子、高校生とか大学生とかだったら、バスクチーズケーキを略してバスチーと言ったりもするみたいです。私はバスチーとは言わずにいつもフルネームで、バスクチーズケーキって言うんですけど、バスチーっていう言葉を聞いたらそれはバスクチーズケーキの略です。バスクチーズケーキっていうのはスペインのバスク地方、なんかサンセバスチャンとかそういう都市があるところの一つのカフェっていうんですかね、なんかバーみたいなところから始まったチーズケーキになります。私は実際行ったことはないんですけど、私の妹がスペインに住んでいたので昔で、その時に行っていて、でその時にそのバスクチーズケーキを食べてうますぎるってなったみたいです。で、ほんまにうますぎるってなったみたいで、その後はどこのカフェに行ってもバスクチーズケーキがあればそれを食べるみたいな感じで、私の妹がまずそうしていて、で、バスクチーズケーキって何？そんなに美味しいん？じゃあ食べてみようってなって私も食べ始めたんですけど、めっちゃ美味しくて、でもそっからずっとカフェに行ってケーキとか甘いものを食べたいってなったら絶対にバスクチーズケーキを頼みます。どこのお店にもあるような定番のものではないので、わざわざそのバスクチーズケーキって調べてそれがあるカフェに行ったりします。で、今回も同じでバスクチーズケーキ食べたいってなったから、それが売っているカフェを探して行きました。今回行ったカフェなんですけど、なんていうんですかね、港にあって、なんか昔の漁業組合の建物を改造したカフェみたいな感じのところでした。で、そこでチーズケーキを頼んで、ここのチーズケーキはどんな感じかなと思って食べてみたんですけど、めっちゃ美味しかったです。何個も何個も食べたくなるし、チーズケーキをホールで食べたくなるんですけど、さすがにそれはやりすぎということで、一人一個一切れのチーズケーキを食べて、コーヒー飲んでリラックスしてっていう感じでした。で、そこのお店の店内がめっちゃ可愛くて、2段ベッドあるじゃないですか。子供部屋とかによく置かれているベッドがこう縦に並んでいて、1段目2段目と2人が寝れるような2段ベッド、あんな感じの作りになっていて、ちょっと階段を上がって2段ベッドのこの上の階に座ってコーヒーを楽しめる、ケーキを楽しめるみたいな感じのテーブルもあって、なんか面白くて可愛いなと思いました。で、どういうコンセプトというかテーマかわかんないんですけど、お猿のジョージの人形がいました。皆さん、お猿のジョージ知っていますか？久しぶりに見てあの人形を、うわ、懐かしい、かわいいと思って、ちょっと写真を何枚もパシャパシャっと撮ってしまいました。そんな感じで、めちゃめちゃちっちゃいカフェなんですけど、とても可愛かったです。で、その後はホテルに行ってゆっくりして、
という感じで、一日を終えました。で、ホテルで夕食を食べたんですが、そこでレモンサワーを注文しました。レモンサワーっていうのは、お酒なんですけど、それを大阪とか普通のどこにでもあるような、居酒屋とかに行って頼むと、やっぱりレモンの味がめっちゃ薄いんですよね。なので美味しいんですけどってなるような場合が多いんですけど、そこはレモンが濃くて美味しかったです。日本はいろんな都道府県でいろんなものが有名です。例えば淡路島だったら玉ねぎとか、レモンをちょっとどこ有名か忘れたんですけど、みかんとかだったら、瀬戸内海らへんとか和歌山もみかんが有名だったりとか、そういう各都市各地方で有名なものがあります。で、そういう地方とかいろんな都市に旅行に行った時にそこで有名なものを食べるって大事というか、改めてその食べ物の美味しさを実感できる機会なので、そういう日本の旅行の仕方がめちゃめちゃいいなと思いました。この前動画を見てたら、旅行する目的って日本人は食べ物を1位にしている人がめちゃめちゃ多いっていう動画を見ました。他の国から来た人だったり、他の国だったら歴史的な建造物を見たり、美術館に行ったり、学んだり、大自然に触れたりとか、そういう旅行の仕方が多いっていうのを見たんですけど、日本人は食べ物がめっちゃ重要らしいです。考えてみれば確かにそうだなって思いました。日本国内を旅行するときも、ここの土地の一番美味しい食べ物、一番ここで有名な食べ物を食べようっていう。まず食べ物が結構一番最初に頭に浮かぶものだなって私個人的にも思います。そして例えば韓国に旅行に行ったりとかそうした時も、韓国の美味しい食べ物は何かなっていう、まず食べ物を一番に探している気がして、これって日本人の特徴なんかな、どうなんやろってちょっと気になった部分ではあります。皆さんはどうですか？旅行をするってなった時に何を一番最初に思い浮かべるというか、何を一番最初にしたいって思いますか？日本のお寺を見たい、日本の神社を見たいとか、日本の美術館に行ってみたい、アニメとかそういうオタク系のいろんなアート系、芸術系、エンタメ系の作品を見たいっていう方もいると思いますが、日本のご飯が食べたいっていう方もいるかと思います。皆さんはどういう順番で旅行を決めていくのか、旅行をプランするのかっていうのが、もしありましたらぜひコメントで教えてください。これは結構気になる部分でもあります。私個人的にはやっぱり食べ物っていうのはすっごく重要な、位置にいるかなと思います。必ずしも一番というわけではないですが、美味しい食べ物っていうのはすっごい重要なことだなって思います。ではちょっと話が脱線しましたが、私の今回の旅行は行きたかったレストランに行って渦潮を見て、この渦潮が一番のメインのパートだったんですけど、その渦潮を見て美味しいご飯を食べてという感じで終わりました。で、2日目もカフェに行ったり、あとはまた足湯に行ったりと、でそうですね、結構早めにお家に帰ったので、そんな観光盛りだくさんという感じはなかったんですけど、楽しい旅行でした。私が今回行ったのは本当に観光スポットをたくさん訪れたというわけではないので、他にもおすすめスポットというか有名なスポットもたくさんあります。なので、この島には他にはどんなことがあるの？もっと知りたい、他の観光スポットがあるかどうか知りたいと皆さんが思ってくれていることを願って、他の観光スポットをいくつかご紹介しようかなと思います。まずアニメが好きな方。アニメが好きな方だったら絶対ここ楽しいだろうな。あとはまた子供と一緒に行く方、お子さんとか友達のね、家族とか、そういう子供と行く方とか、あとはアニメが好きな方におすすめな場所は人間の森という場所です。ここではアニメとコラボしていたり、あとはナルトのなんていうんですか、壁に描かれたような絵みたいなのがあったり、いろんなアクティビティができたりと、多分とっても楽しい場所だと思います。私はまだ行ったことがないので、
どんな感じだよっていう実際にね体験した意見としては何も言えないんですが、楽しそうな場所だなとは思います。あとはお花が好きな方は淡路島国営明石海峡公園というところがおすすめです。これはいろんなお花がたくさん見れる場所になります。季節によって咲いているお花も違うと思うので、お花を見るのが好きという方はぜひ行ってみてほしいなと思います。ここか忘れたんですけど、お花のこの公園の映像を YouTube とかでライブ放送しているところがあります。ライブ放送っていうか、このカメラが常時設置されていて、いつでも見られるっていうのがあります。例えば東京の渋谷とかなんか空港とかでもライブでずっと流れていて、いつでも見られるっていうのがありますよね。そんな感じで公園もライブ映像が見られます。それで一応確認すると、全て見られるわけではないですが、今どんなお花が実際に咲いているのか、ちゃんと咲いているのか、その時期がちょっとずれてお花が枯れているとかあんまり咲いていないということを避けるためにも、そういうライブ映像を確認してから行くっていうのも一つだなと思います。あともう一つ最後に食べ物なんですが、これはパンケーキです。で、日本のパンケーキってなんかいろいろあると思うんですけど、このパンケーキはふわっふわのパンケーキです。幸せのパンケーキという有名なパンケーキ屋さんが淡路島にあります。幸せのパンケーキは言ってしまえばどこにでもあります。どこにでもあるっていうか、いろんな店舗があって、もう日本全国どこに行っても食べられるものになってるんですけど、本店が淡路島になります。本店が淡路島なので、そういうねいろんなお店あっても本店に行きたいっていう方はぜひ淡路島に行って食べてみてください。淡路島だとその海を眺めながら食べることができるので、それも本当におすすめです。なのでふわっふわのパンケーキが好きっていう方はぜひ一度行ってみてください。私個人的には一回食べたんですけど、ふわふわよりもちょっと硬い方が好きだなって気づきました。パンでも日本のパンって結構柔らかいんですよ。柔らかい、いっぱい噛まないといけないようなパンっていうのは少なくて、で私はどっちかというとめっちゃ歯ごたえのある硬いパンとか、フランスで買うようなフランスパン、バゲットとかそういう硬いパンが好きだし、パンケーキとかもこういうふわっふわの空気めっちゃ含んだやつっていうよりかは、従来のこう中身がギュッと詰まった、空気があんまりなくてギュッて詰まった固めの食感が好きなので、私個人的には美味しいんですけど、その私好みのスタイルではなかったなっていうのに気づきました。なんですけど、そういう柔らかいパンとか柔らかいパンケーキが好きな方にはめちゃめちゃおすすめなので、ぜひ行ってみてください。ではこんな感じで淡路島の私の今回の旅行と、あとはいくつかおすすめなどお話ししてみました。今回はいつもよりだいぶ長いエピソードになっていたかなと思います。私の説明が下手だったり、日本語がねあやふやっていう部分もたくさんあったかなとは思います。それは本当に申し訳ない部分ではあるんですけど、皆さんがこれを何回も聞いて何回もリスニング練習をすると絶対に役に立つものかなと思います。なので何かちょっと掃除をするときに日本語のポッドキャスト聞こうかなとか、ちょっとドライブするときに日本語の音楽もいいけど日本語のポッドキャストも聞こうみたいな、そういうちょっとした隙間時間にたくさん聞いて、たくさんリスニングの練習をしてもらえたらなと思います。またこうやって長い間、話すのは初めてなので、皆さんが長い方がいいのか、または15分とか20分ぐらいの短めの動画が好きなのかっていうのもぜひコメントで教えてもらえたらなと思います。長いポッドキャストを作るとなると1本の動画を作るのに時間がかかるので、更新頻度は少なくなってしまうかなと思うんですが、もし、長いエピソードをずっと聞いていたいっていう場合は、それもぜひコメントで教えていただけたら今後の参考にしようかなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトが欲しい方、
またはこの活動をこれからも続けていくための、面白い動画をたくさん作っていくための応援、サポートをしていただける方がいましたら、ぜひ、メンバーシップへの参加お願いいたします。お待ちしております。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆様のおかげでこうやって、毎週毎月ポッドキャストを作ることができています。本当にありがとうございます。こんなテーマについて話してほしいとか、先ほども言ったんですが、短めの動画がいい、長い動画がいいなど、いろんな意見、アイディアなどありましたら、ぜひコメントで教えていただけたらなと思います。では今回はいつもより長めのエピソードになってましたが、ここまで最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。